どうも、大学です。本日も動画を見ていただき、ありがとうございます。今回は新型 iPad Air 5世代、こちらの発売時期とか機能について、お話ししていきたいと思います。春頃ね、登場じゃないかっていうね、噂がね、出てきたりもしてますので、で、またですね、この iPad Air の今4世代ですね、カラフルなモデル売られてるんですけども、今買ってもじゃあいいのか、た方がいいのか、そういった部分で悩む方も多いんじゃないかなっていうところで、今回の動画作ってみました。皆さんもやっぱりね、この新型が出るんだったら、やっぱり待った方がいいんじゃないのかっていうのをね、結構コメントとかね、そういったことでいただいたりもしますので、で、今回は、じゃあその新型でどういった部分がですね、iPad、新型、変わるのかが、ある程度分かってればですね、じゃあ待とうかなとか、いやでも今別に買っちゃってもいいかなみたいなところの判断がね皆さんもしやすいと思いますので、今回なので期待されるその新機能の部分と、僕個人のね、もちろん意見とか含めてですね、じゃあこうしたらいいんじゃないかみたいなことをもちろん分かりやすくねいつも通り解説したいと思います。僕自身もですねガジェットのブログとかを4年ぐらいやってたりとか、YouTube もですね1年半ぐらいですかね、動画も100本以上で、ありがたいことにですね1万人以上の方にね登録していただいたりもしてますので、今回紹介する動画以外もですね、こういった有益な情報できる限りね、分かりやすくっていうのをコンセプトにやってますんで、発信していきますので、気になる方はぜひね、この赤い登録ボタンをね、ポチッと2秒で押せますので、お願いいたします。はい。で、ついでに横の通知ベルもね、一緒にポチッとお願いいたします。まずはですね、現在のこの iPad Air 4、こちらについて簡単にお話ししたいと思うんですけども、まずこれカラフルなラインナップで、価格をちょっとやっぱりね iPad Pro とかより抑えて求めやすい価格で出てる iPad っていうものになりますね。これなかなかいいと思うんですけども、iPad この Air 4はですね、2020年の9月に発表されまして、iPad Pro のようなこの全画面のねデザインにこれ新しく大きくね結構刷新されたというところなんですけども、それによってホームボタンがねiPad あったと思うんですけど、これが廃止されまして、新しくその電源ボタンと一体化したタッチ ID ですね、指紋認証になりましたと。電源ボタンに内蔵されているタイプですね。なので、例えば外出先とか、マスクを今つける状態って多いと思うんですけども、問題なくやっぱり使いやすいのは結構いいんじゃないかなっていう、外出先とかでは使いやすいのかなって思いますね。例えば iPad Pro とか iPhone の場合だとですね、Face ID っていうのがね、あるので、やっぱりそのマスクをつけているとね、やっぱちょっとなかなか使いづらいというかね、認証しないというところはやっぱりあったりするじゃないですか。あとは、マジックキーボードとかにも対応しましたので、磁石で例えばくっつけてパソコンのようにね、パソコンのようにですね、タイピングできたりもしますし、またApple Pencil のこれ第2世代にね、対応しましたので、側面にくっつけてですね、持ち運んだりとか、で、同時に充電とペアリングとかもされるので、非常に使いやすいのかなと思います。で、あとは端子がですね、USB Type-C になったので、ライトニング端子をね、もうわざわざ、例えば持っていかなくていいとか、使わなくてよかったりですね、やっぱデータの例えば転送速度とかに関しても速かったりとか、非常に使いやすいのかなと、いろんなねデバイスとつなぎやすいのかなと思います。で、性能についてはですね、A14 バイオニックチップっていうね、結構新しいものなんで、iPhone、12とかシリーズで、使われてるものなので、性能としては結構十分なんじゃないかなと思いますね。といったことをですね、ちょっと踏まえた上で、では iPad Air 新型ですね。なんで次世代 iPad Air 第5世代ですね。じゃあどうなるのかっていうところですね。こちらちょっとね、見ていきたいと思います。で、まずはですね、これ iPad Air 5のデザインなんですけども、なんと今回はですね、変わらないというね、変わらないということです。はい。おそらく変わらないんじゃないかなという見方が多いですね。なんでおそらく今の iPad Air と基本的に形は一緒なんじゃないかなと思います。あとはですね、カメラが、iPad Pro のように、例えばデュアルレンズになるとか、2つになるとかね、iPhone みたいな感じになるんじゃないかっていう噂もあったりしたんですけども、おそらくここもないんじゃないかなっていう。iPad にやっぱそんな、どうだろう、その高性能なカメラね、そもそもいるかっていうところだったりとか、iPad Pro とね、やっぱりその違いとかも、やっぱ出さないといけないんで、エントリーモデルなんで、そこら辺はないんじゃないかなというところですね。はい。また一部ではですね、画面、そのディスプレイに有機 EL を採用されるんじゃないかっていうね、噂があったんですけども、一応今の画面、リキッドレティナなんで、液晶ディスプレイですね。ただ、ここね、確率としては、今回は非常に低いんじゃないかなと思います。ほぼないと思ってもいいぐらいと思うんですけど、あるとしたら、もしかしたら、2023年とか、2024年とかね、今後はあるかもしれないんですけども、では、じゃあ、この新型 iPad Air、
何が変わるのかっていうところですね。期待できる進化点みたいなところをですね、ちょっと3つ、こうまとめてお話ししたいかなと思います。もちろんわかりやすくね。で、まず1つ目はですね、A15 バイオニックチップ、こちらの搭載ですね。これは正直順当な感じなんですけども、最新の今 iPhone 13シリーズですね。iPhone 13 Pro を使ってるんですけども、13シリーズに搭載されているものと同じ A15 バイオニックチップがね、搭載されるんじゃないかなと思います。理由としてはですね、単純にこのナンバリングがね、上がるっていうのもそうなんですけども、新型の iPad mini のその6世代っていうのがね、昨年登場したんですけども、これが A15 バイオニックチップになったんですよね。ただ一応 iPad Air の方が、もちろん画面はね、大きい。iPad になるんですけども、とはいえね、一応価格とかはミニよりも一応高いっていう位置づけになるので、一応どうなの、位置づけ的には上になるのかな、なんとも言えないんですけども、それなのに一応チップ自体は、その iPad mini よりもちょっと1個下のものになっちゃってるんですね。そういったこともあって、順当におそらく iPad mini 6と同じように iPad Air、5世代ではですね、A15 バイオニックチップ搭載されるんじゃないかなというところですね。はい。で、続いて進化点、続いて2つ目なんですけども、セルラーモデル、なりますが、これ 5G 対応が来るんじゃないかと言われておりますと。こちらもやっぱ先ほどと同様にですね、iPad mini、これ第6世代もですね、セルラーモデルが 5G に対応しましたので、時代も流れもあるんですけども、iPad Air 5もですね、同じように 5G 対応するんじゃないかなというところですね。ただ逆に言えばこれ Wi-Fi モデルの例えば基本購入をね考えてる方とかであれば関係ないかなっていうセルラーモデルなんで、セルラーモデルとその通信のね例えば SIM カードとか入れてスマートフォンと同じような感じで使えると、電波いつもつながってる状態で使えるっていう感じになりますね。ただ5G 対応で注意点もあって iPad mini の時もそうだったんですけども、やっぱ 5G 対応するとやっぱそれなりのコストがやっぱちょっとかかるんで、おそらく値上がりするんじゃないかなっていうところが思います。そこはちょっと注意が必要かなというところですね。で、進化点3つ目としてはですね、インカメラ性能の向上ですね。インカメラですね。内側の方のカメラなんですけども、12メガピクセルのインカメラ性能ですね。こちらになって、例えば今最新の M1 チップが入った iPad Pro だったりとか、iPad mini さっき第6世代とかに搭載されましたセンターフレームですね。という機能がつくんじゃないかなというところですね。これ何がね変わるかと言いますと、もちろんそのインカメラの画質が良くなったりとか、もちろんですし、あと画角自体ですね、映ってる、多くのスペースを同じ画面で映せるっていう感じですね。iPhone の超広角カメラみたいな感じで。またですね、このセンターフレームっていうので、自動で、例えば自分がこう動いたら、カメラがこう追ってきてくれたりですね、例えばじゃあもう一人、こう、例えば話しながら撮ってて、もう一人入ってきたら、画角をこう自動で広げてくれるとか、そういったものがあるかと。はい。僕自身はあんまりそんなね、使う機会はなかったんですけども、オンライン会議とか、例えばする人、複数人でやるとか、ライブ配信とか、そういったところに関しては活用できるのかなっていうところはありますけどね。ちょっとまだ活用できるアプリが少ないっていうのはあるんですけども、なんで、今進化点3つ言ってきたんですけども、A15 バイオニックチップの搭載、2つ目が、セルラーモデルですね。5G 対応。で、3つ目が、インカメラ性能の向上というところなんですけども、なんでこれ分かりやすくすると iPad mini 6を大きくしたようなものが、出てくるっていうイメージで全然いいと思いますね。あと個人的に、期待したい部分で言うと、そのストレージ容量アップというか、現在の iPad Air の一番小さい容量がですね、64GB と、256GB の2つのモデルあるんですけども、ちょっとやっぱ 64GB だとね、今の時代ちょっと心もとないかなっていうところがあるんで、128GB からになってくれると非常にで、それで値段据え置きとかになってくるとちょっと嬉しいかなっていうところです。これがなるかどうかちょっとわかんないんですけども、でもなってもおかしくないかなと思いますね。あとは、期待できるところで、新色ですね。カラーの追加。新しいカラーがね、おそらく何かしらでも出てくるんじゃないかなと思ったりしますけども、例えばその iPad mini で登場した、例えばスターライトとかだったりとか、パープルとか、iPhone ね、13とかでも、オレンジとかそういったあたりはあるんで、そこら辺の新色も期待したいかなっていうところですね。で、そして新型 iPad Air のこの気になる発売時期についてなんですけども、今回の記事はですね、その Mac お宝鑑定団さんの方から、もしかしたらその今年の春にね、登場するんじゃないかというお話が、これ記事が出てるんですけども、というのもApple の春のイベントはですね、3月かおそらく4月ぐらいには行われるんじゃないかっていうね、そこで、あとは噂されているのは iPhone SE の、第3世代かな、新しいものと一緒に登場する可能性があるんじゃないかなということを、中国のその信
頼できる情報筋によるらしいということですね。記事によると。その発売のスパン的にはですね、iPad Air 4の登場から大体もう1年半ぐらいにはなるんで、全然そのスパン的には全然ありそうかなっていうタイミングだったりとか、やっぱり新学期とか、学生で学生さんがね、始まるシーズン、新しいシーズンなんで、ね、時期的にもそのタイミングとかは、良さそうだとは思うんですけども、ただ懸念材料もあって、世界的に今やっぱりね、タブレットとか、もちろん電子機器、パソコンとかの原料である、半導体とかですね、やっぱどうしても不足っていう状況がね、足りないっていう状況が続いてるんで、今とっていう1月半ばぐらいなんですけども、一番安い、例えば iPad 9世代が今届くのがですね、3月とか発送時期が。で、iPad mini 6世代とかも、モデルにはよると思うんですけど、大体やっぱまだ1ヶ月以上ね、配送日が先っていうね、状態がなってるんですよね。まだ、発売からもう3ヶ月ぐらい経ってると思うんですけど、2ヶ月ぐらいかね。で、この状態で発売して果たしてね、その在庫が、ちゃんと確保できるのかっていうね、非常に疑問がありますし、あったりもするんで、なので、そのあり得るとしたら、もちろんね、3月、4月発表、全然あるとは思うんですけども、ただその延期になる可能性っていうのもね、正直まだ全然あるんじゃないかなと思います。もちろん Apple もそこに合わせて頑張ってはいると思うんですけどね。仮にやっぱ延期になると、もしかしたら5月とかね、そこら辺か6月とかなのか、もしかしたら9月、10月とかになる可能性も、なきにしもあらずなんですけども、早ければおそらく3月からね、4月頃に登場するんじゃないかというところですね。はい。で、価格についてなんですけども、おそらくそのマイナーアップデートというかね、デザイン自体はそんな変わらないと思うので、お値段は据え置きになるんじゃないかなと、可能性が高いと思います。容量がもしかして上がってくれたら嬉しいんですけども、はい。ただセルラーモデルは5G 対応でちょっと上がるんじゃないかなという感じはしてます。本題というか、新型じゃあこの iPad Air 待つべきなんですかどうか、待つべきかどうかというね、点なんですけども、個人的にはそこまで大きな変化はないので、結論からね、言うと、もう本当待つほどの価値はそれほどないのかなっていうね、価値は少ないかなって思うのは僕の個人的な、感想ですね。なので、全然今 iPad Air 4を買っちゃってもいいんじゃないかなと思いますが、一応これからじゃあ iPad Air 検討してる人、別に今 iPad Air はね、持ってたりとか、タブレット持ってる人は別にいいと思うんですけども、これから新しく買おうとして iPad Air 検討してます。で、先ほど例えばじゃあちょっと説明した新機能ですね、3つ。で、A15 バイオニックチップとか、5G 対応とか、インカメラ性能とか、新色あたりとかね、もしかしたら容量もアップするかもみたいな。そこら辺やっぱりね、興味ある方っていうのは、全然待ってもいいのかなと。もしかしたら3月、4月出るかもしれないんで、あとはね、単純に今 iPad、例えば9世代か。9世代とかの、安い iPad 在庫がね、今ちょっとないので、急いでないなら、どうせ届く、ね、もし Apple Store で買うんだったら3月とかね、なっちゃうみたいなんで、今のところはね。急いでないなら全然そこまで待ってもね、なんかありな気も、今してますね。在庫が結局ね、今買ってもないんで、手元に届かないんで、ただ iPad Air に関しては在庫はね、あるみたいなんですけども、ただ基本的にやっぱ iPad Air 4でね、性能的にも全然十分かなって思うので、ただそんな全然無理に待つ必要は、ないんじゃないかなと思います。やっぱそこまで変わらないというマイナーアップデートな印象なので、でも逆に言えばですね、これ逆にじゃあ新型が出ることで iPad Air 今の現在のモデルが基本的にやっぱ値下がりするんで、そこら辺を狙うのもね、ありなのかなっていう、急いでない方でしたら。それがですね、例えば今 iPad Pro のほぼ iPad Air 4と同じようなものだと iPad Pro の例えば2018年モデルとかあたりは性能もやっぱそんなに変わらないので、同じぐらいの価格でね、基本買えたりもするので、下手して多分中古とかだともっと安かったりする場合もあるんで、そこら辺も結構ね、僕はおすすめかなと。2018年の iPad Pro とかもいいんじゃないかなと思います。ということで、結論としては特に待つ必要はないんじゃないかなっていうところですね。iPad Air 4を全然買ってもいいのかなと思います。在庫も比較的に iPad Air 4に関してはあるみたいなんで、これから iPad を買いたい人で、急いでないなら待つのもありかなっていうね。自分もやっぱね、最初購入する時ってね、すごいなんか迷ったっていうか、なかなかその決断できないみたいなね、時もあったんで、よくいただくですね、すごい嬉しいコメントとしては、ダイキングさんの動画を見て購入する決心がつきましたっていうね。僕はその決心をさせるために動画を撮ってるわっていう意識はもちろんないんですけども、そういうような声をいただくので、本当に参考になったと思うと、非常に嬉しいかなっていうのと、こういった動画見てまでちゃんとね、購入されようっていう方ってね、リテラシーがちょっと高いというか、知った上でね、どうしてもやっぱその賢く買いたいっていうね、思ってね、されてると思うんで、それだけでも全然ね、もう十分いいんじゃないかなと。僕なんてもう昔全然全くわからないままね、買ってましたから。はい。今回動画以外でもですね、ガジェットのレビューとか、今後ね、やっぱ Apple 製品について、ですね、
できるだけ分かりやすくね、Apple 製品自体のレビューとかももちろんしていきますので、したりもね、動画もあるんで、今年もいっぱいApple 製品買おうかな、みたいなね、できる限りは買っていきたいと思ってるんで、はい、今のうちにぜひチャンネル登録とベルマークですね、横の通知ベルも一緒に押していただければと思います。いつもありがとうございます。ありがたいことにね、現在1万人以上の方に登録いただいておりますので、さらにちょっと盛り上げてね、いただければ幸いでございます。ということで、今回も動画見てくれてありがとう。もしこの動画少しでもね、ためになったと思ったら、高評価だったりですね、感想とかあれば、ぜひね、コメントいただければと思います。それでは次回の動画でお会いしましょう。良い一日をお過ごしください。バイバーイ。よいしょ。寒いね、最近ね。寒すぎん頑張ろう。